ヒロのデジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一トレーステス Day3 やっていきたいと思います。対戦相手腹心1号ということでね、世界大会予選にも参加してたクランですね。強いとこですね。今回も43点ということで、2人だけだね。すごいね、3日連続で44点、44点、43点ということでね、すごいいいスコアで、とてもいいアタックが揃ってるかなと思います。早速やっていきましょう。やったくんスーパーボーラー。クイヒーのルートライダーやってる回もあったりとかはしたんだけど、スーパーボーラーを、得意戦術タウンホール16でもやっていくと。確かね、これがね、僕もね、残ってて、配置が残り2つか3つぐらいあった中の、1つがこれだったんですよね。で、考えてて、僕もクイヒーで主体に考えてたんですけど、ここの4時から狙っていく方法をね、結論ちょっと危険だからやめるっていう理由でやってたんですけど、こうジャンプをかけていって、奥に関しては、ウォールブレーカーをジャンプさせて、穴開けを狙っていく。ここまでね、食い引いて考えてたの一緒だったんですよね。結構似るんだなって思ってびっくりしました。両サイドをシューターとおでひで削りつつ、中央。これかなり綺麗にサイドカットができてますね。キングで内側寄せつつ、見て思ったのはね、確かにこれスーパーボーラーの方が、スーパーボーラー安全に超火力で突っ込むことができるからいいなって思いましたね。タウンホールが真ん中にあるっていうところで、なんかルートライダーとかクイヒーとかを採用したときにタウンホールプラスアルファっていうところが結構ポイズンダメージで結構狙いづらかったりするんだけど、スーパーボーラーのね、超火力でバウンドダメージとかもね、いろんなところに入ることで、そしてここヒーリングトームとの兼ね合いもいいですよね。タウンホールポイズンに対してナイスヒーリングトームで、ポイズン受けるんだけど耐えていくと。ここもね、ギリギリなんだけど、左サイド、ヒーラーもついてないのに結構耐えてくれたので、タンクの性能としてもしっかり仕事してくれてますよね。で、キングがまだ残してたフィストを使っていくことで、最終区画ボッコボコになっていきます。で、ロイヤルチャンピオンを裏から出して、ユニットが一応、回収ユニットはもう出せてないので、あとは削りを入れていくだけなんですけど、呪文は余裕の全開。ユニットも中央はスーパーボーラー3体貫通してますね。ヒーリングトームを使うことで今まで以上に貫通しやすくはなってるんじゃないかなって思います。これ強いね。ヒーリングトーム型のスーパーボーラーも強そうだね。はい、クイヒーのスーパードラゴンですね。僕でしたね。上の方がポポンと余ってたんだったかな。まずはクイヒー使っていくんですけど、ちょっとね、クイーンの出し位置そんなに深く考えてなくてやっちゃったんですよね、これをね。ヒーラー5体出してって、このマルチアーチャータワーまでね、レイジ使いつつ壊すプランだったんですけど、これやばいわ。そうなるよねって途中で気づきましたね。なんか、クイヒーの出し位置じゃないとこ全然考えてた。なので、ヒーラーが1体こうしてポツンと、マルチアーチャータワーでユニコーンやられる予定ってことですね、つまり。そうするとヒーラーどうせ最初から5枚出しといて OK なんで。で、リカバリーという形ですが、ボマーを差し込みつつ、で、スーパードラゴンを開始していきます。クイヒーのウォールブレーカーで出口を作っておきます。レイジトームを入れていきますが、こちらもヒーリングトームです。タウンホールポイズンをね、受けてしまうようなルートを取るときは、こうして、ヒーリングトームが結構相性いいのかなと思ってて、キングにこれフォックス使ってます。これ強いよね、キングフォックス。あれで思った。チャレンジでキングフォックスの選択肢が出て、これ結構強いなって思った。で、クイヒーの方は出口を作ってるので、このまま外に出ていきます。ドラゴンの方はかなり綺麗に貫通してくれましたね。ジャイアントからのロイヤルチャンピオンを流していきつつ。キングにフォックス使って、こうしてね、ディギーをつけたロイヤルチャンピオンを使えるっていうところで、割と強いかなって。
ロイちゃんにフォックスもね、かなり強いんだけどね、さっきの場合は、この一区画目が結構火力も高く、テスラとかもね、まあ、あったらあったで能力使えば解決ではあるんだけど、ここもね、最終的には呪文をたくさん残す展開で回すことができました。まあ、スーパードラゴンの展開、延命とかね、いくつかしてもよかったんですけど、ロイヤルチャンピオンに呪文残す方が有益かなと思って残したらいらなかったっすね。まあ、スーパードラゴンも新レベルになってるんで、自分の感覚よりも伸びるんですよね。より強くなってる。そんな行くみたいな。ほんと地味な差ですけど、一つ二つの防衛施設が削れるだけでも、大きな差を生むのがクラクラなので。ただ、よっちさん、クイヒールトライダーですね。突撃艦型。かなり強いですね。ここ、レイジに乗ってどれほど壊してくれるか。いいバルーンで。これなんかクイヒー逆走してそうな匂いがプンプンしますね。流れ的には多分ウォールブレーカーとかもいらないルートなんで、6時に回してタウンホールまで食い火でっていうプランで組んでたと思うんだけど、ちょっと怪しい雰囲気ですね、これは完全に。まあ、ルートライダーが最悪タウンホール潰してもなんとかなるっていうことで、これはね、僕なら上から行くかな。10時から行くかな。10時からルートライダーでクイーンと合流しちゃうプラン組んじゃうかも。キングを外周に流すか、それとも、ここですね。ボールブレーカーがないんで、このマルチ IT の横打ちを絶対に受けることが確定しちゃってるんで、それを防ぐ意味でも、まあ、キング12時流しのここルートライダーで、タウンホールは多分取れるから、あとは6時が浮くよねぐらいです。多分回せると思うんで、まあ、そうですね。やっぱり上から行く方がこれはいいかなっていう感じなんですけど、ちょっとこの、このマルチアッチャッターを気合で乗り切るしかなくなっちゃうんで、このタイミングで出すと。まあ、フリーズ使うことで、インビジブルか、ヒーラーを延命するようなやり方を取っていくみたいですね。まあ、その分、キングを自由に使えるので、6時に展開する。まあ、この2択だったかなって思います。ここを許容して出すか、流してからキングを6時に保つか、まあ、キングサイドカットで上から行くかが、多分、どっちかがいいんじゃないかなって感じだったんですけど、ここで通常ホグ持ってきてるのがいきますね。こういう大砲とかウィズ刀とか、触りづらいところをこうして触ることができる。そしてキングがこれフィストに乗って投石機殴ってるのに第一クロスが折れるバグですね。なんて、ジャイアントガントレット。いや、こういう投石区画に隣接で置いちゃダメなんだろうな、もう。投石プラス第一クロスが、こんな簡単に折れてはいけないよね。ジャイアントガントレット対策の施設の置き方っていうのを、もうどんどんやっていかなきゃいけないよ、これは。陸助も置いちゃダメだし、宝石に並べて強い防衛施設も置いちゃダメだね、これはね。1マス以上開けてから。まあ僕は配置ビルダーじゃないんで、その辺いいんですけど、ビルダーの人はもうジャイアントガントレットで相当世界変わってる。だるってなってる。俺ら以上にだるいと思ってるな。キャスリーさんライドラッシュ、ずっとライドラッシュやってますね。まあ、ライドラもかなり強くなってるっていう声も大きいので、だいぶ流れてる感覚あるし、トルネードまで引っこ抜き。これは突撃艦は投げてなくてよかったですね。キング、だいぶ怪しい展開にはなってってるんですけど、ここから突撃艦。もうトルネア見えてるのは朗報ですね。反対サイド安いに捕まってるところを固めてあげて。タウンホールまで届きました。フリーズからのバルーンだけだったらフリーズのみでいけそうですね。うん。さあ、ここからいけたのか。うん、そっち打ちたい。第1クロス、おい爆裂チェイン。さあ、ライドラが生き残ってるところ、もうワンチェインを、いいチェインが入って、モノリスの方も引っこ抜き。ライドラも強いなぁ。ドラゴン系統だとね、僕はスーパードラゴンをかなり使う人なんですけど、ライドラあんま使ってなくて、ライドラッシュはそんなにね、やることないんですけど、
見てるとちょっとやりたくはなるよね。やってる人がいるとちょっとやりたくはなる。ライドラだと、15の時はライドラ花火とかがめっちゃ強かったよね。通常のライドラッシュよりも。さあ、ガクさん、ルートライダー。うん。シューター6時セットから、直線的にクイヒーを入れていくようなイメージですかね。テスラが出てきた。ちょっとそれユニコーンあたりが打たれそうでだるいっすね。いいベビー。3時にクイヒーの動きを持ってきたいイメージだったと思うんですけど。ちゃんと戻った。この対空砲スルーするのがだるい。穴開いてるぞ。しかもポイズンタワース出た。バカ上振れムーブ。さあ、ウォールブレーカー一発目。2発目投げていく。これで、モノリスもイーグルもマルチ IT も打てるようになりました。さあ、そしてインビジブルで、インビジブルタワーも防いでいくことで、発動させずにモノリスを打つことができました。シューターは6時で割れてますね。下から基本は、ロイちゃん短期でルートライダーパートですね。クイヒーはタウンホールの方に向かってほしいんでね、これは。先に第1クロスを折れつつ、スーパーホグみたいな使い方してますね。見習いウォーデンがターゲットを受けてしまってますが、落ちちゃった。それはそれで。ここで一気のレイジからのトーム打ちたいんだけど、ちょっと安いの方に流れましたね。フリズム打ってることでストライカーがクイーンのところまで届きつつ、ここでトーム。形崩れたところからでも全開取れるのはね、ガクの強みではあるんで。ヒーラーは全部飛びました。クイーンはもう完全に大脱走してルートライダーの公園に回ってますね。クイヒーとロイヤルチャンピオンの役割がスイッチしてます。ルートライダーを使うとたまにこういうことあるよね。もうクイーンの道をルートライダーが作ってくれたことで、クイーンとルートライダーが合流して、ロイヤルチャンピオンみたいな役割を果たすみたいな。今の目はあれだね。JX タイガーのクリエイティブアタッカーでしたね。対戦相手の。終わってから気づいたわ。さあ、コマくん、クイヒーのルートライダー。火力も上がっていくところ、入りそうすぎる、それ。入ってほしくなさそうすぎる、そのルート。ナイス、それか。なんかシューターの役割がほとんどなくなっているような気もするんですけど、巨爆いったそう、それ。まあ。この動きするならシューターいらなかったねって話になるよね。プランニング攻める前と変わっちゃうことはよくあるし、僕もそうだったし。でもこれでだいぶ、オーバーキルではあるんだけど、安全に、相当進めることができてますね。オールブレーカーつけていきまして、クイーンの道が開いていく。ここからタウンホール狙えると熱いんだけど、ちょっと2枚目開かなかったんで、ルートライダーは2時からなのかな？そういうわけでもなさそう。12時？キング、大きくなりまして。そうよね。早めに始めとくと、便利そう、そこは。クイーンの方はいい感じに戻ってくれそうかな。フリーズ打ちつつ、ユロークはもうないので、レイジインビジブルですね。いい対応、タウンホールも打ちつつ、ルートライダーパートも進んでいます。フリーズがまだあるんで、ここは一旦フリーズでモノリスを防いでから、スケルトンをどこに置くかを、先に置いてった。
これ強いっすね。タウンホールも潰れてる状況で、レイジジェムに乗ったルートライダーとロイヤルチャンピオンが走り込んできて、キングもまだ生きてたんだね。まあ、終点マルチアーチャータワーなんだけど、終点すぎてあんまり、終点2個あんのかまあ、15の時の置き方がそのまま継続されてるようなアーチャータワーの置き方かな。そんなに大事にされてないね。ナイス展開が、まあ、こんな感じでまだまだ配置としてもね、分かってなく、雑な大砲、雑なアーチャータワーみたいなのが結構あったりするから、展開も取りやすくなってるってところはあるとは思うんですけど、部品のルートライダーですね。12時にシューターを展開しています。でスニゴブとかで多く削ったことで迫撃砲のタンクをできるようにしてますね。で、合わせて下の方をクイヒーの方が HP 持ってかれてたので、ここは一度インビジブル。ジャイアントでターゲット取りつつ、次のターゲットはもうバーバリアンとか、ちょっと両サイド見るのが難しくなってますね、ここは。シングライティ外れるタイミングでフリーズが出ちゃってるんですが、なかなかね、ここも難しいよね。ここのフリーズとかも多分両サイド、どうしようどうしようって見てる感じかな。このままくるっとタウンホール区画に戻していくようなイメージになりそうですかね。ルートライダーかキングをそうなるとそうですね、9時の。いや、これルートライダーそのまま8時に走らせて9時キングになりそう。ギガホグみたいな使い方。とか、インビジブルがないのか。緊急回避用のインビジブルは最初に使ってましたね。ここはクロークを使わされていきますが、まあ、もう目切っていいシーンなので、ヒーラーが、ぬるっとスライドしていく。帰ってこないと死にますね。ラバ殴ってたのに今ストライカーにターゲットが。ラバだけ割って終了です。スケルトンの呪文をモノリスのターゲットに置いていきつつ、ちょっとトルネがあるのでまだトーム打ちづらい。ストライカーも合わせてトームの準備ですね。中央部で一気のレイジトームを合わせていきたいところ。ストライカーが巨爆をどんどん解除していく。どんどん解除していく。最終区画まで行って罠も引っこ抜きつつ。いいレイジストライカーでしたね。レイジストライカートームでしたね。で、キングの方も12時のシューターがね、ダメージを入れてくれたおかげで貫通しております。あとはルートライダーとロイヤルチャンピオンがね、フォックスついてるんですよね。ここも姿を消していって、ルートライダーとロイヤルチャンピオンが終盤になると結構別行動をすることがあったりするんですけど、そうなった時にこのフォックスのとどめが強いですね。呪文のない時のフォックスが本当に伸びる。このヒーローペット本当強いですね。さあ、カズマくん、61天才のエレクトロタイタン編成。さあ、上からですね。バーバリアンチェック、しっかりテスラ見て。もう一回テスラ見て。このルートライダーじゃねえや。シュータールートめっちゃ強い。ポイズンタワーとダイクしっかりチェック入れていきますね。どんどんテスラ引っこ抜き。まあ一見するとそんなに強くなさそうな防衛施設を倒していきましたね。あとクイーンの祭壇とかではね、あそこは。さあ、ここからクイーン使って合流しつつ、キングを外周流し、ライトニング、そうか、まだ2発手元にあるね。これは6-1だけど本来4-1でレジェンドリーグの編成が6-1だからそのまま持ってきたやつですね。ライトニング2発余ってるよ。だからレジェンドリーグとかでもこういうの4-1で済ましちゃうことあるんだね。ラブハンド気持ちいい。トムかな、ストライカーも混ぜていきたいところだったんですけど、キングにキングぶつかってる外周部の方もストライカーがたどり着きつつ、
タウンホールがこうやって壁越しで殴れるので、タウンポイズンみたいなのが受けないっていうのも強いっすよね。いい回収ウィザード金庫に出しつつ、シュータールートがマジで強すぎるわ、これ。まあ、攻めたことある配置っていうのは結構ありそうですね、この感じだと。ライトニングも2発余ってるんだけど、使うとこないね、こんなのね。あともう適当に残ったとこに打つっていうだけかな。さあ、ストライカーいいタイミングで投げ込んでいって、フリーズつけて、気づけば、ライトニングが2発余っての旋回です。リクスケルトンに打つぐらいでなんだけど、エレクトロタイタンがリクスケ速攻で処理するので、もう本当に回収、ライトニングですね。さあ、いいブーメラン。いや、ルートがめっちゃいいライトニングです。さあ、ニャラメ食いひらばれ。ニャラメはずっと食いらばってますね。すっごいここ。空白のスペースがすごい。さあ、突撃艦が6時から来てますね。しかもこれマルチ IT が外から撃てるんで外から撃てるマルチ IT ある。15だったとしてもやばい配置使ってるこれ。ああ、クイーン戻ってった。ウォールブレイカーここで入れましたね。このトルネむしろ美味しいまである。これ多分ウォールブレイカーをね、このマルチアーチャーター前につけていくようなプランでいくんじゃないかなって思うんですけど。6時突撃艦の跡地にバルーン1体で刺せるような状況が作れてるので、うまいですね。こういったところはね、元々のプランニングというよりは状況判断でやっていくべきポイントです。ウォールブレーカーがシュールですね。シュンって持っていって。まあこれはでももう6時が完全に切れてるので、クイーンが戻ってくれることは確定してますね。ここのしかも対空、ギリかからないんですここ。で、キングのためのルートもできていますね。リスト使って入りつつ、これはまだちょっとバーバリアン人形の時のリストの感覚。やばすぎでしょ、今の。鬼。さあ、このままもうタウンホールまで撃てる。これめっちゃいい食い火だね。そっか。対空砲ないから暇してるよ、ラバハウンドが。ちょっとだけラバハウンド痛めつけてますよね。もう。で、ロイヤルチャンピオンストライカー。まあ、タウンホールをクイーンが撃てるぐらいのタイミングでスタートしたいというイメージ。さあ、ここで一気にトームをかけて進めていきます。もう、こっちがね、長弾大砲とか、陸に対しては強い防衛施設が並んでるんですけど、空からするともうすっからかんになってるんで、とんでもない余裕ですね。まあ当然ね、みんな上手いっていうのはあるんだけど、まあその一つにね、まあ自分が使ってる戦術の配置の弱点っていうのを見抜くのがみんな上手いですね。まあ自分の形にいかに持っていくかとか、61、スタンスにゴブしそうですね。61は真ん中。これはもうシンプルに天才のバリューがめちゃくちゃ美味しいっていうところで天才バリューから考えつつ、タウンホールもなんか外周にあるからスニゴブで落としちゃえっていう。アイゴレがちょっとそれちゃった。キングもちょっとそれちゃった。キングはこのまま戻ってきてくれるんだけど。長弾大砲普通に軽く高いね。インビジブルタワー発動してくれれば一番美味しかったんだけど。マルチ IT までクイーンは届いてほしいんですが、しっかりここはインビジブル使って、スニガブ通るの分かりましたね、ここは。インビジブルタワーをまずは解除していきます。ラバルパート上からロイヤルチャンピオン使って援軍処理なんですけど、これ、上からラバルしてなかったらこの後シングル IT とかがね、ロイヤルチャンピオンターゲット取っちゃうので、このタイミングで始めるのいいですね。ドリルをラバルと一緒に進めてますね。で、ヘイストトーム。で、もう撃てる準備が、危ねえ、今のバネ。
チェックできてなかったやつですね。タウンホールにスニゴブを投げていきます。で、アイゴレがまだ残ってるんで、まあ、使い道としてはそうですね、ウィズトを前に並べて、マルチAT とかを固めるぐらいしかやり口としてはないんですけど、まあ余ったやつですね。いや、ドリル 2A は、まだ残ってんだけど、こいつ。インビジブルタワーがまだ最後残ってる感じかな。あとは12時の金庫とかも残ってるんですけど、ドリルがここはとどめで発動すんなっつって。ルートライダークッキーが爆流行りした時に、結構ね、ドリルを使う人も増えたんですけど、ドリル使うとやっぱ強いんですよね。伸びる。ディギーみたいな感じかな。ディギーも最初の方はなんかそんなに、なんか使ってみたら強いみたいな感じだったんだけど。さあ、星3。61天才ですね。タウンホール真ん中。タウンホール真ん中の配置に、とか回廊配置に天才ラバルどうやるのって思う人も多いと思うんですけど。そういうのは星3のリプレイを参考にしましょう。天才が爆破ド。まあ、基本は突撃艦タウンホールに合わせるやり方が多いですね。今回はどうなるかわかんないんだけど。アーチャー、そうだね。素晴らしい。アーチャーターンにバルーンを差し込むことで、アーチャークイーンへの横打ちをなくしていく。とにかくヒーローパートは、まあ、クイヒーと同じなんですけど、横打ちをなくすっていうのが本当に大事で、天才と、まあ、こういったユニット使いでそこはケアをしていくっていう感じですね。オールブレーカー2枚目使っていきつつ、ユニコーンいかれるかギリギリ耐えそうだね、これは。フリーズまで使ってから1機のビストを使っていきつつ、2回目というか、アイゴレがここで入りますね。で、マルチ IT まで降りつつ、下からラバルパートスタート。援軍釣れちゃったところですが、フォックスなのでここは大丈夫。さあ、ストライカー、ラバハウンド、突撃艦全部投げて、ちょっとラバハウンドにトムが入ればって感じだったね。タイミング合わなかったっすね。タウンホールは突撃艦、しっかりここは落としていきます。ちょっと、投石が残ってしまったところではありますが、消えてるロイちゃんがそっちには対応してくれそうなので、あとは下と上のロイヤルチャンピオンの対応を考えればいいというところ。マルチアーチャータワーも、まあ一応3体は入るんだけど、3体以上のバルーンで圧倒的に囲ってしまえば怖くない。ロイヤルチャンピオンが、ボックス状況最終区画、圧倒的能力、解放で終わりですね。天才ラバルは基本、ていうか結構いろんな人のね、見ることがあるんですが、タウンホールに突撃艦を合わせるやり方っていうのが、回廊配置には多いかな。まあ当たり前だけど、タウンホールをヒーローで潰せればそれが一番いいんだけど、なかなかね、毎回それで取るっていうのは難しいので、他で考える安定する取り方って考えたら、そりゃもう突撃艦をタウンホールに合わせて他をヒーローで削るっていうのが、正解になりますね。スミス、ウォールブレーカー拡張しつつ、食い火展開。キングはタウンホールを見つつって感じかな。戻った。さあ、モノリスも入ってるところ、ここはキングでタウンホールを追っていきます。さあ、リクスケ追ったらタウンホールが削れて、いいウォールブレーカー上がってますね。これはなんか差し込みたいな、対空砲。こういう時ホグ編成だと簡単にポーンってホグ投げれたりするんだけど、なんで投げないんだ。シューターの方も撃たれてるからそっちも気になったのかな。エアスイによって戻されて、ってかこれなんなら入らないね、サイド。入るんや。入らない可能性まであるかと思ったけど、下流れて。いいシューター。イーグル砲しっかり寄り切りましたね。さあ、ここはクローク先打ちたいですね。そうですね。クローク打っ
で、ラバハウンド来る前に、この辺の防衛施設をぶっ飛ばしていく。強いね。防衛施設の打ち順がちょっとずつずれてるので、外周部流れてしまうような結果にはなってるんですけど、ルートライダーのスペックが高いので、ここはもう、ぐるぐる動いたってスペックでカバーしていきます。で、さっき安全地帯に逃げれたクイーンがここで、黒くはないんですけど合流することで、お互いのサポートになりますね。あとは呪文がインビジブルとスケルトンとある状況。まあ、スケルトンは刺さりづらそうなんですけど、いい出来。回収スケルトンどやっといて終了ですね。ナイス展開。さあ、ラストアタック森尾さんもルートライダー編成です。3時なんかやばくない穴。どでかい穴が開いている。VP こっから出すの気持ちいい。これはもう9時から入りますって感じなのかな。そこウォールブレーカーつくんだ、ちゃんと。ダミーしかないからか。6時にシューター出して、3時にアーチャー置いて、タウンクイヒーをして流れた方向を見て考えるみたいな感じなのかな。シューター6時打っちゃってるんで、6時の方向は、基軸の一つとしてありそうかな。ほぼ上から行くことになるのかな。4時か。4時もあるのか。クイーンが上動いたら上一択っすね。ウィズドも残ってるし。迫撃のターゲットをアーチャーでしっかり拾っていきます。ウィズド残ってるので上ですね。次のターゲットはここは、すごいところからバルーン出てくんな。穴が開いてるからこの対空砲へのアクセスがちょっと折れてないですね。ウィザードも対空砲撃てない。ちょっとだいぶこの対空砲のカットに手間取ってます。そうこうしてるうちに、クイーンはクローク圏内まで HP が落ちてしまい、でシューターの方も割れてしまいと、ちょっと辛い展開になっちゃいましたね。キングはこのマルチ IT 区画に入るものとして、ここリクスキ来たんでも、キングピスト使いたいところ。一発で折れていく。ここはもう上から行きそうですね。上からルートライダー合流しつつ、クイーンの方もレイジ置いて、IT がシューターダメージとイエティで折れました。さあ、処理に手間取った対空砲から横打ちを受けています。対空砲が強え。さあ、ここでようやくウィズ展開をしていきますが、クイヒーの方は救えず。とはいえ、もう残ってる区画が少ないですね。さあ、ロイヤルチャンピオン守りたいので、トームを入れていきたいですね。なんか、呪文まためっちゃ余ってるわ。さあ、回収ベビドラからの圧倒的呪文が、ダダダダダンと。これもまた気づいたらこんな残ってんだな。トームも残ってるし。ナイス展開。はい、というわけでね、43対39と、相手も、JX タイガーの人とかがね、何人かいたのかな。ので、普通に強いクランだったんですけど、そういったクランが39点っていう中、43点、いいスコアなんじゃないかなと思います。16出て初月のシーズンなんで、さっきみたいにね、防衛施設が15の間隔で置かれてるものとか、穴が開いてる配置とかもいくつかあったりはしたんですけど、そういうのが全て慣れてきて、16人に特化された配置が並び始めたら、もうちょっと点数も落ち着くとは思うんですけど、それでも15の最終環境よりは、絶対に攻撃環境だとは思うので、今攻撃が強いっていうのをね、差し引いてもね、攻撃側が有利である環境は間違いないかなと思います。いい前回も非常によく参考になりますね。例えば天才ラバルの人だったら星さんの前回っていうのは非常に参考になるし、クイヒのルートライダーはもう素材の宝庫ですよ。いろんな人がいろんなやり方でクイヒルートライダーやってるんで。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。